日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。日本語を勉強している方ならきっと初級の教科書のレッスン1かレッスン2で私は学生じゃありませんという文型を勉強したことがあると思います。でも実際の日本人の会話を聞いているとじゃありませんよりもじゃないですの方がよく聞くのはどうしてだろうと思った人もいるかもしれません。今日の動画を見るとこの2つの使い分けが分かるようになってもっと自然な日本語が話せるようになれますよ。まずもしあなたがもう社会人でもう学校には行っていない場合、日本語では何通りの言い方があると思いますか？つまり私は学生ですという文の否定形の文は何かちょっと考えてみてください。実は文の種類はこんなにあるんです。私は学生じゃない。私は学生ではない。私は学生じゃないです。私は学生ではないです。私は学生じゃありません。私は学生ではありません。私は学生じゃございません。私は学生ではございません。なんとこれだけでも8種類もあります。もしここに学生じゃないんですなどとかのをつける文を足したらもっと多くなりますよね。でも今日はがついた文の話はしません。もしについて詳しく知りたければ過去のこれらの動画をご覧ください。この中でございませんっていう言い方はすごく丁寧というかちょっと丁寧すぎるので日常生活ではそんなに使わないかもしれません。今日は一旦この2つは除外しますね。またこの中でですがついていないものは丁寧語ではありません。例えば友達とか家族など親しい人と話すときにはよくあの人は学生じゃないよなどの言い方を使いますね。そして逆に学生じゃないですと学生ではありませんは親しい間柄ではあまり使いません。じゃあちなみにではとじゃあはどう違うのでしょうか？ではっていう言葉はちょっと言いにくいので口語的な言い方としてではがじゃあに変化したと言われています。ですからじゃあは口語的でではの方が正式になります。新聞とか論文は書き言葉なので学生ではないのようにではを使うことが多くてじゃはあまり使わないのはこのためですね。そうなると真ん中の4つが話し言葉として丁寧でしかもよく使われるということになります。ではこの4つにはどんな違いがあるのでしょうか？まず結論から言うとないですとありませんを比べるとありませんの方が正式な感じがします。でも多くの人は学生ではありませんと言われるとちょっと距離を感じてしまうようです。つまり親しみはあまり感じられないっていうことですね。しかも否定の度合いはありませんの方がずっと強い感じがします。ですから場合によってはそうじゃないに決まってるでしょ、どうしてそんな質問をするんですかと怒っている印象を与える可能性もあるんです。この何々さんは学生ではありませんは正式な感じフォーマルな感じがするからこそ日本語の教科書で初級の一番初めに紹介されているんだと思います。多くの教科書では
何々ではありませんよりも何々じゃありませんを多く紹介しています。これは多分正式な中でももう少し自然で口語的な言い方を紹介したくてこうなったんだと思います。ところでさっき新聞や論文では何々ではないが多く使われていると言いましたが、新聞や論文の中で誰かの会話が引用されている場合はどうなると思いますか？興味深いことにある研究によると、新聞記事の中で会話部分が引用されている分は何々じゃないですよりも何々ではありませんの方がずっと多かったっていうデータがあるんです。例えばこんな感じですね。 A さんは実際には私は学生じゃないですと言うかもしれません。でもそれを聞いた B さんはまた別の人にこう言うかもしれません。 A さんが私は学生ではありませんと言っていましたよ。いろいろ言いましたけど、このことから分かる点をもう一度整理してみましょう。まず最初は話し言葉では何々じゃないですの方がよく使われています。しかも何々じゃないですという言い方は十分丁寧です。特にこの言い方が失礼というわけではありません。そして次の点として何々ではありませんという言い方は正式だけど強烈な否定の意味があるので、場合によってはちょっと怒っている印象を与える場合があるということです。またもう一つの点として、誰かが言ったことを引用する場合は何々じゃないですを何々ではありませんに言い換えることもあるという点ですね。で、今言ったような現象は名詞だけではなくてな形容詞の時にも見られます。例えばな形容詞簡単ですの否定は何ですか？簡単じゃないですと簡単ではありませんですよね。大抵はじゃないです、じゃとないですがセットになってではありませんがセットになることが多いです。いい形容詞の場合も似ていますね。美味しいですの否定はどうなりますか？美味しくないですと美味しくありませんですね。両方正しいんですけど、美味しくありませんという形は日常会話ではあまり聞きませんね。実際ある統計では、いい形容詞の後ろに何々くありませんという言葉を続けるこの言い方に違和感を感じる人がすごく多いという結果がありました。もしかすると初級の教科書でいい形容詞くないですの方を教えていて、くありませんの形は出てこないのはそのような理由かもしれませんね。じゃあそれ以外には動詞の場合もそうなんです。もし誰かにタバコを吸いますかと聞かれたらどう答えられますか？一つはいいえ吸いません、もう一つはいいえ吸わないです。この2つの可能性がありますね。吸いませんのようにませんを使って否定すると吸うという意思が否定されるので、いいえ私は吸いません、今も吸いませんしこれからも吸うつもりはありませんっていう強い否定または決意にも聞こえます。それに対していいえ吸わないですというのはただ吸うという動作を否定しているだけっていう感じがしますね。だからちょっと軽い感じがします。では問題です。ここに一つの張り紙があります。この場所は禁煙という意味の言葉が書いてあります。何と言えますか？これはここでタバコを吸ってはいけませんですね。あることを禁止する強い意志を表すためには
手はいけませんというのがふさわしいんです。この場合、吸ってはいけないです。では、絶対禁煙だっていうことが伝わってきません。ですから必ず手はいけませんの形を使ってください。次の問題です。田中さんは木村さんのことはあまり知りませんが、彼にあまりいい印象を持っていません。でも田中さんの同僚が田中さんにこんな質問をしました。田中さんと木村さんって友達ですよね。この時田中さんは何と答えますか？いいえ、友達じゃありません。強い否定ですね。そうすると同僚はまたこう言います。でも木村さんのことをよく知っていますよね。田中さんは何と答えると思いますか？いいえ、あまり知りません。これも強い否定です。なんとなくこの話題について話したくないっていう印象も受けますね。ですからこの時同僚はこう言うかもしれません。ああ、そうなんですか。変なことを聞いてしまってすみません。はい、わかりましたか？もちろん私自身は教科書に載っている A は B じゃありませんという文を否定するつもりはありません。実際何々ではありませんっていう言葉は正しいです。正しい文です。でももし今度機会があったらませんばかり使うのではなくて、あの人は友達じゃないですとか、何々さんのことは知らないです、買い物袋はないですなど、何々ないですという言葉も使ってみてくださいね。他にも教科書には載っていない日本語学習に役立つ情報をシェアしています。見逃したくない方はぜひチャンネル登録しておいてください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。